こんにちは、メイです。前回は入り口を作ったので、今回は右側を作っていきます。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はよろしくお願いいたします。では早速本日の作業現場へ。勢いよく走れるのはゲームの中だけ、現実で走ったら転びそうな勢いです。今回はなんと2動画分くらいある広さを開拓します。ここから見える分には何もない更地。マップで見ると崖あり谷あり。作る範囲はここです。正直作りすぎましたね。楽しい崖作りからのスタート。まだ新しい機能には慣れておらず、崖前のダンスが思うようにうまくいかない時があります。L ボタンの離し先がわからず左指がいつも痛い。崖を作った瞬間に L ボタンを押せばいいと頭では分かっていますが、リズムゲーになってしまって難しい、そんなお年頃です。ちなみにこの辺りは一回更地化しているのに、また崖作りをしているなぁと思いがよぎりつつ、深夜によっこらせーと崖作り。崖の完成。だいたい一区画分くらいの幅と長さですね。まっすぐな道にしたいところから道作り。斜めの道は結構頭を使うので、わかりやすい部分からやるようにしています。特に斜めの道は制作者でもわからなくなるなど、道を敷くだけで脳のリソースを持ってかれますからね。道を狭くしたかったので斜めの部分で2マスになるように調整しました。次は過去の私に託された難所、水の切れ端。正直過去の私を憎みました。綺麗に収められないなら溢れさせればいいじゃない？以前ツイッターのお友達がやっていた緑の大地に波を直接敷くこの方法で解決します。友達が言うように緑の大地にそのまま波を敷いても意外と合うという新しい発見です。波打ち際は木と草をたっぷり植えていきます。エリアの境目になるので、こういう時はとにかく木と草。リアルでもそうですが、県境とかって山を越えたり海を越えたりするからですね。石に波が打ちつけるようなイメージで置いていきます。頭を悩ませていた境目ができました。ハンマース石を右にしてもよかったかなと後の祭りです。もっともさもさっとさせていきます。無事に境目を隠せたことが嬉しすぎて、もさもささせる動きを止めてしまいましたね。一段目ももさもささせていきます。今シーズン置きがちな石は夢の島だから、普段もったいなくて絶対に置けない石をこれでもかというくらい贅沢使い。夢の島だから全てが許されますね。唐突にトイレが作りたくなったので、まずは下地から。横に駐車場を作るので、あったら便利よねと思ったのが多分きっかけ。公衆トイレのアイデアはお借りしています。床の間を内向きに合わせてトイレットペーパーを置いて、サイドにフェンスを。いつかやってみたかったアイデアが夢の島で叶いました。めっちゃ公園のトイレっぽいですね。発案者の方の詳細は概要欄へ。またもや植林タイム。オランジェ島シーズン2の時にあまりに植物が少なく、島評価星2だったことがトラウマで、それからなるべく植林をするようにしています。いつも通り安全策を立てます。こちら側には駐車場を作ります。ちなみにこちら新しいマイデザイン。とても普通な道路です。質感はセットの歩道と合わせています。今シーズンはどんな道路を使うか迷いに迷って、一番現実っぽい色の道路を描きました。現実はもう少し濃いグレーかもしれませんね。駐車場をたらしめるために乗り物の召喚。おっとここで登場したのは化石のミロクンミンギア。名詞は車止めの代わりに化石を置いています。夢の中だからとやっていいことの度が過ぎますね。車止めに見えなくもないかなという浅はかな気持ちで置きました。ここの駐車場は観光地の駐車場ということで、規則的に植物を置いて人の手が加わったようにしていきます。ランダムより断然考えるのは楽ですね。柵を一マス開けながら立てていき、その間に低木の配置。公園の駐車場っぽいものができました。車止めに化石が使われているなんて夢にも思わないでしょうね。気になるところがあったので本編行く前にちょっと整備。まだ本編じゃなかったんかいって感じですね。ちなみに今回は京都の稲の船屋をモデルにして作っていきます。作業効率化のために階段の設置。本日
日の撮影ポイントから海の境目を決めるために全力ダッシュをしながら緑と空の境目へ。多分この辺り。ここから海を作っていきます。見栄えのためだけに地面にマイレザを敷いていく。今回も一区画分くらいマイレザを敷き詰めます。何度やっても面倒なこの作業。紙視点で天から大地を水に沈めたいと何度思ったことか。俯瞰視点でバババババッと塗りたくりたいですね。20倍速中です。後で思ったのがここに物を置かないなら湖を掘ってもよかったのではないかと思いましたが、時すでにお寿司ですね。こんな感じで敷けました。緑の部分は調整しながら敷くのでこのままで OK。桟橋を作っていきます。工作台を並べて桟橋に見立てていきます。これもまた天才的なアイデアをお借りしています。詳細は概要欄へ。桟橋っぽくするために荷物を置いていきます。桟橋がよく見えないので柵をなくし、キューブライトをマイレゾでリメイクしたものの電気を消し、旗場とかにありそうなオブジェにします。学生と猫の要素を添えて、これでようやく手前側の完成。さあここから円形作りです。建物の最終地点を決めます。だいたいこの辺りで。船屋は結構年季が入っていそうな感じの建物が多そうなので、レトロな停留所と西部の街並みを中心に使います。様々な資料や写真、動画から調べた結果、タオルなどをしていることが多そうでした。なので洗濯物は必須アイテムですね。2段目を建物と山にします。今回は見えないところにもこだわろうと思ってマイレザを敷いていますが、面倒なので最初で最後ですね。ここは紆余曲折しすぎて家具が減ったり増えたりしています。また偽の水辺へ戻って1段目の家作り。こんな家具置いてあるかもしれないという妄想だけで家具を置いています。また2段目作り。考えすぎてちょっとずつしか作れません。木箱と西部の街並みが合いすぎて脳汁が出ました。この家具ずっとあったのに組み合わせとして見つけられなかったという衝撃。あつ森ってこういうことありますよね。さっきマイレザを敷かなかったところに敷きました。結局敷く運命でしたね。少しずつ開拓されていく夢のオランジェ島というより今回はかなりの大規模開発ですね。じわじわと物量が増えてまいりました。スイッチ2だから処理落ちはきっとしないだろうとかなり甘く見積もっています。ついに来た3段目作り。シーズン3始まってなんと2回目で登場です。ここも先日山を削ったばかりの場所。奥にそびえ立つ大きな崖は名残です。またここに崖を作らねばならぬという悲しい気持ちをぐっとこらえて、今日も元気に肉体労働。日本人やってるなーって気がしています。ここは山にするので広葉樹とバオバブで茂らしていきます。見えないところは適当に。フェスの看板真ん中を使えば光る窓になります。可能性がありすぎる家具の到来です。今回たくさんマイレザをお借りしたので詳しくは概要欄へ。最後に2段目も茂らせていきます。ということで完成。船屋っぽくなったかなと個人的には満足です。この辺りに船とか置いてもよかったかもしれません。駐車場から見る猫。港町には猫がいるイメージです。海に浮かぶ古い街並みはいかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Morning at the harbor. The air is clear. Like you always do, you say my name, then look away. Instead of an answer, I fix the brim of my head.